こんにちは、カレンです。今回の動画は16日間ヨーロッパ5カ国旅行に行ってきましたので、その時に撮影したキャリーバッグの中身紹介です。2週間以上の長旅と長時間フライトだったので、私にとっての必需品や少し癖の強いポーチの中身、あとお洋服周りのポイントなどなどざっとご紹介させていただきます。ではスタート。まずバッグはキャリーがアウトラベルのもので、見た目より大容量ではあるものの、めっちゃ頑張ってこのサイズになんとか収めました。リュックはコロンビア、機内持ち込みだったり、国によってはリュックのみで移動もあったので、比較的容量も多く高性能なものを探しました。防犯のために街での移動時はチャックのところにワイヤー式の南京錠をつけたりもしました。バッグは基本的にしっかり蓋ができるものやジップのバッグを持っていきました。お財布周りですが、100均のジップ付きポーチにカラビナをつけてカバンに入れておきました。時には首から下げたりも。とにかくヨーロッパはスリが危ないと有名なので、なるべく対策はしておきました。無事何事もなく過ごせました。あと帰りの帰国では預け荷物の制限にゆとりがあるので、お土産などで荷物が溢れちゃった時用にダイソーでジップ付きのトートも買っていきました。これは私は使わなかったけど、荷物が溢れた友達に貸してあげました。あとは機内で足元に入れるために荷物を分けたり、買い出しの時など何かと必要になるので、大小それぞれのトートバッグもだいぶ役立ちました。飛行機関連のアイテムとして13時間を超える長距離なので、腰痛や疲れがたまらないように首とお尻と足元に全てコンパクトにしまえて膨らませるタイプのものを持っていきました。結構寒かったりするので、ライトダウンも布団代わりに持ち込み荷物に入れてます。あとは飛行機で寝る時用に喉ヌールマスクとアイマスクを行き帰り分持ってきてます。次に電子機器周り。持ち運び充電器はヨーロッパの国の移動で飛行機の際に機内持ち込みの個数の制限があったり、カメラなどのバッテリーも少なめにしてたので、25000mAh と大容量かつその中でコンパクトなものを買っていきました。普段マグネットのものを使ってて、今回充電コードが何本も必要なのが煩わしかったので、こんな感じのマグネットタイプを買ってみました。この先っちょをスマホやカメラの充電口につけておけば、コード一つでマグネットにて充電ができてコンパクトに収まってめっちゃ役に立ちました。宿での変換プラグはイギリスとその他 EU 国で差し込み口の形が違うので、カスタムできるものにしました。その他充電コードいくつか持ちましたが、こんな感じで先を変えれるのがよりコンパクトで役立ちました。カメラはコンパクトなソニー Vlog カムとスノボ用に買った360度撮影ができるインスタ360を持っていきました。インスタ360を使う際は専用の自撮り棒を使うのが大事なんですけど、三脚もついててコンパクトなこちらが大活躍でした。ソニーのカメラの方が使う機会がほとんどだったんですけど、アタッチメントをつけて可動域を広げることでこちらにも三脚がつけれて超優秀でした。次にホテルやエアビーでのグッズを紹介します。まず着ている服や持ち物はもちろん、ベッド周りやお部屋で気になった時用に持ち運びのアルコール入りリセッシュはマストで、あとウェットティッシュとミニティッシュはホテルや外で使うところも多かったので、まとめ買いで持ってきて正解でした。機内にも持ち込んでたポーチには冷房で乾燥や喉がやられがちなので、松木用の喉スプレーや耳栓、目薬、個包装のマスクに、あとお薬やトローチを入れております。こちらは洗面所周りのポーチ、ジョーマスターのちっちゃい生襟ブラシや、お家でよく使っているメイク落としや拭き取り用のコットン、使い捨てのシャンプートリートメントは髪の毛を切ったこともあって1回で使い切れないので、 IKEA のクリップが役に立ちます。あとコテは USB 接続ができる超小型のものを持ってきてて、ちょっとしたアレンジはこちらで十分でした。日本と比べると国によっては地面が石で凸凹だったりしてめちゃくちゃ足が疲れるので、足の疲れ用のシートも使えました。続いてスキンケアメイクポーチ周り。しっかりアイテムを立てて入る大きめのトラベルポーチに無印のメイクポーチを入れてます。大きいからこそ中で結構ぐちゃぐちゃ倒れたり動いたりしちゃうのが嫌で、このセットがだいぶ個人的に使いやすかったです。複数人で行くと洗面所の争奪戦になるので、手持ち鏡はめちゃくちゃ使えました。パックはプチプラでめちゃくちゃお気に入りのドクターダーマルの個包装パック。液もたっぷり入ってるので大きい化粧水ボトルなどもいらなくて、帰りは身軽に買えるのでこちらもマストでした。
ここからは詰め替え大好きおばさんの私のお気に入りの詰め替えアイテムを。洗顔は泡で出てくるボトルに詰め替え液を入れて時短に。化粧水はさっぱりと高保湿でスプレーとポンプ式の2つを入れてきました。乳液も同じ。美容液は小さいサイズのものに。あとは小さいサイズのアイクリーム、リップセラムに試供品のクリーム、チビオロナインなどなど入れています。あとメイク用具はまたの機会にと思うんですけど、ベースでよく使ってるクリームと乾燥対策のワセリンをダイソーの2連のクリームケースに入れてきました。ワセリンは持ち運び用に無印のものにも入れています。あと後半のドイツでアジアスーパーとかに行ったので、あまり日本食レスにはならなかったんですけど、梅干し系お菓子や食べちゃったけど小さいどん兵衛、だし系のスープ、めっちゃ助かりました。イギリスのコンビニに売ってるこのカップ麺はだいぶどん兵衛に似てておすすめです。辛ラーメンとかも結構いろんなところで売ってました。あと服周りですが、メガネやサングラスは普通のメガネケースにそれぞれ入れると超かさばりますが、リシーのメガネケースが超コンパクトで、使わないハンドバッグの中にこれで入れておけば潰れず良かったです。お洋服は途中で買い足したものもありますが、基本的に着回し重視で選んで持ってきていました。首周りのアクセやビスチェ、スカーフなどがあると服の着回しの時に違いが出せるので、長期旅行ではこの辺もおすすめです。服はかさばるので圧縮袋でコンパクトに小分けをしました。あとかさばらない B さんが家で見つからなかったので使い捨てスリッパですが、基本ヨーロッパは土足なこともあって室内用に手軽な履物があるとすごく便利でした。最後に乾燥機がなかったり手洗いで洗濯をした時用に洗濯バサミ付きのハンガーを1本持っていきましたが、途中のホテルなどでは超役立ちました。はい、ということで以上がめちゃくちゃ適当になったんですけど、私のWhat's in my bagというかキャリーバッグの中身でした。もうあっという間であと 2,3 日で帰国するタイミングで撮影をしてるんですけれども、なんだかんだ無駄なく持ち物を持ってこれたかなと思っております。最後まで動画見ていただきありがとうございました。また他のヨーロッパの旅の動画もアップできればと思います。バイバーイ。